こんにちは、ぴょんです。富士山のふもと、山梨県の河口湖にある星のや富士に宿泊しました。星野リゾートグループといえば、新感覚の温泉旅館ブランド、界や子供から大人まで楽しめるファミリーリゾートブランド、リゾナーレなど、日本各地に、そして海外にも宿泊施設を展開されていて、今や日本を代表するリゾートホテルグループの一つです。その中の星のやはグループ最上級のラグジュアリーブランドで、夢中になる休息がコンセプトになっています。この星のや富士は特別なリゾートです。2015年に日本初のグランピング施設として開業。大きな話題となり、高級キャンプブームの火付け役となりました。それではチェックインをしましょう。この黒い建物はレセプション。壁にかかっている中から好きなデザインのリュックを選んだら、ここからグランピングが始まります。私は紺色の縦長リュックを選びました。中身をお見せいたします。まず手前にあるのはバードウォッチング用の双眼鏡。小さくて可愛いカメラ型のものはライト。これは何だと思いますか？広げるとこんな感じ。空気を入れて座布団や枕として使えます。緑の袋に入っているものはプレゼントとしていただけます。白い箱の中に入っているのは星のや富士オリジナルボトル。カラビナのついたアルミのボトルはいかにもアウトドアな雰囲気です。オーガニックのレーズンとドライイチジク、くるみが入った森のビスコッティはおやつに最適。その時期によって異なるご案内と敷地内の地図が渡されます。桜の時期は期間限定で夕方にスパークリングワインを無料でいただけます。雨の日は特別なサービスがあるので、お天気が悪くてもがっかりしないで大丈夫です。レセプションから宿泊エリアまでは車で5分ほど。1組ずつジープで連れて行っていただけます。ちなみに赤いジープは日本に5台しかなくレアなのだそうです。私は白のジープに乗りました。坂道は27度ほどの傾斜。小高く見晴らしの良いところに宿泊のキャビンが並んでいます。車はフロントの前に到着。チェックインはフロントではなく、山を登っていった先のクラウドテラスにて行われました。予約時にもチェックインは15時と案内されており、確かにお部屋に入れるのはその時間からなのですが、実はクラウドテラスは14時から利用できるそうなので、早めに到着するのがおすすめです。こちらは中腹にある木漏れ日デッキ。あいにくの空模様ですが、まだ雨は降らずに持ちこたえてくれています。道は舗装されていて階段になっているので、そんなに大変ではありません。好きな場所を選んでチェックインです。タープがあるので雨も紫外線も気になりません。ブランケットは電気で暖かくて最強です。ウェルカムドリンクの桑の葉のお茶、ローズヒップなどがブレンドされていて、お口がすっきりする味わいです。15時になったらフロントで鍵を受け取るようにとの説明を受けました。しばらくクラウドテラスでのんびりします。無料で楽しめる焼きマシュマロセットが置いてあるので、早速焼いてみます。個包装になっていて、1袋に6個のマシュマロが入っています。マシュマロがとろけた時に落ちてしまわないように、しっかりと真ん中に刺して炙りましょう。じっくり弱火でくるくる回転させながらまんべんなく焼いていくのがコツだそうです。高校生の時によく学校でマシュマロを焼いていたことを思い出しました。こんがりきつね色になってきたら、外がカリカリで中がとろーり。
クラッカーとチョコレートも置いてあるので、スモアにするのもいいですね。チェックインの時にバームクーヘンの希望個数を聞かれ、しばらくして焼きたてを持ってきてくださいました。外側がカリカリに焼かれていて美味しいです。15時になったのでフロントで鍵をいただきます。このフロントのお隣には小さなショップが併設されていて、施設内で目にする備品なども売られています。ソファーがあるので山道に疲れたら休憩もできます。鍵を受け取りキャビンへ向かいます。スタッフの方のご案内は特になく、鍵に書いてある部屋番号を見て地図と敷地の標識を確認しながら自分でお部屋を見つけるような形でした。客室の外観は打ちっぱなしのモダンなコンクリート造り。室内も窓から飛び込んでくる景色を楽しめるようにと、色の数を抑えてシンプルかつ最小限に設計されています。客室数は40室で全てレイクビューのお部屋です。お部屋の種類はツインベッドの T キャビン、ダブルベッドの D キャビン、3人分のベッドがある F キャビン、ツインルームに暖炉がついた S キャビンです。今回私が宿泊したのはツインベッドの T キャビン。一番価格の低いお部屋です。お部屋の外には傘と長靴が用意されています。さて、それではお部屋の中をご案内いたします。料金は最後に発表いたしますので、お部屋やお食事、サービスの内容などから一泊いくらか予想しながらご覧くださいませ。こちらのキャビンは自然を身近に感じながらも、その中で宿泊することのストレスや心配事が取り除かれた綺麗で快適な設計になっています。まず玄関を入ってすぐに目に入るのはダウンコート。これのおかげでひんやりした空気も楽しむことができます。玄関正面には懐中電灯と袋が2つ。白い袋の中身は虫除けのベープと消臭ミスト。黒い袋の中身はほうきとちりとりです。背の低い引き出しの上は荷物置きにも使えます。手触りのさらっとしたパジャマと金庫が引き出しに入っています。玄関を振り返るとドアのすぐお隣はミニバーです。キャンプらしいアウトドア感のあるものが揃っています。お湯をすぐに沸かせるケトルやドリップ式のコーヒーセットがありました。お豆はキャビンブレンドという名前の星のや富士オリジナルです。お茶はティーバッグで紅茶とお煎茶が用意されていました。台の下は冷蔵庫です。ソフトドリンク、ビール、ウイスキー、ワイン類、おつまみのナッツやドライフルーツなどもあり、豊富な品揃えですが、お水以外すべて有料です。夜な夜なエールや水曜日の猫で有名なヤッホーブルーイング社は、創業者が星野リゾートの星野社長です。冷凍庫にはジェラートが入っていますが、こちらも有料です。料金表を見てみると、このジェラートは540円、桃やぶどうのジュースは864円、萌えのハーフボトルは6050円でした。玄関のすぐ近くにある引き戸は何でしょうか。開けてみましょう。こちらは大きな窓で外から見えないように扉がついていました。今度はミニバーの横の扉を開けてみましょう。こちらは洗面所です。シングルシンクとトイレがコンパクトに配置されています。グランピング施設と一口に言っても様々ですが、こちらでは高級ホテルと同じくらい必要なものは全て揃っていました。北陸総水の基礎化粧品、クレンジングと洗顔料が1つずつ、お化粧水と乳液が夜用と朝用に2つ用意されています。ナチュラル感のある茶色いお化粧水が好みでした。
消耗品のアメニティは歯ブラシ、ブラシ、紙ゴムコットン、シェービングジェル、カミソリ、綿棒。何不自由ありません。ドライヤーはパナソニックのベーシックタイプ。星のやのロゴマークが入ったこちらはミラーになっています。ユーカリやヒノキなどの自然素材から作られたボディミストはとってもいい香りで虫除け効果もあります。石鹸はラベンダーの香り。細かいところまで自然やアウトドアの雰囲気が感じられます。忘れかけてきていますが、ここは高級ホテルでも旅館でもなくグランピングのキャビンです。綺麗なトイレとお風呂が揃っていることのありがたさをひしひしと感じますね。お風呂からも河口湖が一望できて気持ちの良い景色です。晴れていたら大きな富士山が河口湖の向こうに見えるのですが、今日は心の目で見ることにしましょう。シャワーはグロエ、バスタブはカルデバイだそうです。星のやさんの富士と軽井沢のお風呂が大好きな方が2カ所を融合させたデザインのバスルームをご自宅に作られたというブログを読みました。それではお次はベッドルームへ行ってみましょう。帝国ホテル、ホテルオークラ、ホテルニューオータニのホテル御三家をはじめ多くの一流ホテルで採用されている日本ベッドというブランドのベッドです。デンマーク人の女性デザイナーセリシア・マンズさんがデザインした Bluetooth のポータブルスピーカー。衝撃に強く持ち運びもできます。ベッドルームからはまるで絵画のような絶景が楽しめます。心の目で見ていただくと富士山が浮かび上がってくるはずです。室内にいても自然を楽しめるように外へ向けて配置されたソファー。そしてテラスリビング。その名前の通りテラスでありリビングでもあります。屋外の開放感と室内の快適さを併せ持ち、冬の間はこたつが用意されます。寒い冬はキャンプには不向きと思われがちですが、森の静かさや星の美しさなど冬だからこそ感じられる魅力があります。夜になるとこちらのファイアープレイスを灯していただけますので、また後ほどお見せいたします。すっかり雨が降ってきましたが、長靴を履いて森を散策しに行きたいと思います。宿泊キャビンのさらに奥、山の丘陵に沿った場所にあるクラウドテラスが遊びのフィールドです。雲をイメージしたテラスはウッドデッキが重なり合うように張り巡らされ、ゾーンごとに様々なアクティビティを楽しむことができます。すがすがしい空気を体いっぱいに浴びて美しい自然に心を澄ませます。星のや富士では様々なアクティビティが用意されていますので、一部をご紹介いたします。山麓の燻製作りは自分好みのスモークチップで旬の食材を使った手作りの燻製を作る体験です。斧で薪を割ったことはありますか？絵本の中のような薪割り体験も楽しめます。森の石窯ピザ作りでは自分で好きな具材を選んだこだわりのピザを石窯で焼き上げます。春
年の桜が咲く時期限定で夕食前のアペリティフタイム酔いのひとときに桜アペロとしてアペリティフが振る舞われます。お時間は17時から18時、場所は待合にて。この待合という場所は宿泊棟の入り口にあり、外へ出るときにジープで迎えに来てもらう目印の場所でもあります。待合の近くには桜の木が立ち並び、お花見にぴったりな場所です。山梨県で100年以上続く老舗ワイナリー、ルミエールさんのロゼスパークリングワインをいただきました。ルミエールはフランス語で光を意味する言葉。春の木漏れ日を感じながら素敵なお花見ができました。なんと桜餅も無料でいただけます。程よい小ささの道明寺が黒文字に刺さっていて食べやすい状態でした。ところで桜餅と呼ばれるお菓子は関東と関西で違うそうですね。私は生まれも育ちも関東ですが、なぜか桜餅といえばこちらです。チェックインから夕食までの間も充実していてとても楽しく過ごせました。夜ご飯は3カ所から場所を選ぶことができます。アウトドア気分を最大に味わいたいなら、森の中でいただくダッチオーブンディナーがおすすめです。鹿肉や獅子肉などの狩猟肉をダッチオーブンを使って調理していただくコース仕立てです。料金は 18,150 円。のんびりと、そして自分に合った量で夕食を楽しみたいなら、キャビンのテラスリビングでいただくのがおすすめです。富士山の溶岩プレートでお肉と野菜をグリルして、お好みのスパイスをミルでひいて作るオリジナルのカレーは 2,904 円。牛豚2種類のお肉をきのこのお出汁でいただく山麓のしゃぶしゃぶ鍋は 12,100 円。ルームサービスのメニューも多数取り揃えられていました。3つ目はメインダイニングでいただくグリルコースです。今回私はこちらでのお食事を選びました。コースのお値段は動画の最後に宿泊料金と一緒に発表いたしますね。メインダイニングの営業時間は17時30分から20時30分。星のやさん系列では夜ご飯の予約を宿泊予約時に済ませるのが絶対おすすめです。山梨県が誇るさっぱり系ぶどう品種甲州のスパークリングと白で乾杯です。前菜がやってきました。左側がシャルキュトリーの盛り合わせ、ナッツやイチジクなどが入ったクリームチーズ、右側はそら豆のタルト、スパイスの効いたコンビーフがそこに入っています。左側は鹿肉のパテです。お口直しにイチゴとトマトのマリネ、ビネガーとブドウジュースを合わせまろやかな味わいに仕上げられています。お次に熱々のダッチオーブンが運ばれてきました。季節野菜のアヒージョ、そして同じタイミングでパンが来ました。白色がフォカッチャ、茶色が石窯で焼き上げたシリアルパンです。アヒージョはオイルを楽しむ料理と言われています。具材の旨味が染み渡ったオイルが美味しいところなので、まずはパンを浸していただきます。こごみ、エンドウ豆、セロリ、アスパラなどの春らしいお野菜がエビと富士の介と一緒に煮込まれていました。富士の介は山梨県のブランドサーモンで、キングサーモンを父に、ニジマスを母に持つお魚です。きめ細やかな身質と豊かな脂のりが特徴と言われています。アヒージョの味付けは醤油麦麹と桜の塩漬けが塩味のアクセントになっていました。続きまして、たけのこの岩塩ローストです。たけのこと木の芽は鉄板の相性ですよね。岩塩の部分にも実山椒がたくさん散らしてありました。梅のペーストをつけていただきます。たけのこの間には富士桜ポークも挟んでありました。
メインディッシュはダイニングの中央にあるオープンキッチンで仕上げられます。右側が鹿肉のロース、左側が牛肉のサーロインです。実は鹿肉が一番美味しくなるのは春から夏にかけてなのです。鹿の主食は笹の葉や木の芽、若草などですが、春はまさに餌が豊富な季節で、この時期に若草をふんだんに食べた鹿が一番美味しいとされています。お塩と胡椒の他には赤色のカシスマスタードと緑色の刻みわさびが用意されていました。カシスマスタードは鹿用で、刻みわさびは牛用です。お塩加減もちょうど良かったです。山梨県勝沼の老舗ワイナリー丸藤ぶどう酒さんのルバイアートルージュタルチョゾーをグラスで注文しました。メルロ 100% のこちらのワインはタンニンがまろやかで、特に鹿肉との相性が良かったです。食後のお飲み物はコーヒー、デカフェのコーヒー、紅茶、ルイボスティーから選べました。カフェインレスのものが用意されているところが嬉しいです。デザートは3種類。キャンピングスモア、ジェラートの盛り合わせ、ババドフリュイから1つずつ選べます。こちらはババドフリュイ。山梨県北杜市に蒸留所のあるウイスキーの白州を仕上げにかけてくださります。そしてこちらはキャンピングスモア。中から出てくる煙はキャンプファイヤーの香りです。横に添えてあったアイスクリームを中に入れていただきます。驚くほど見事なデザートでした。照明の専門家が建築設計に携わっているほど明かりにもこだわりが光り、プライベートな空間となるキャビンにはこれまでにない壁いっぱいの長い間接照明が用いられています。実際に滞在してみると照明の柔らかさが生み出す心地よさを感じられると思います。ディナーから戻ってくると事前にご案内があった通り、テラスのファイアプレイスに炎が灯っていました。湖畔の夜景と非遠近の風景が美しく、こたつに入って眺めるだけで心が落ち着きます。夜の森に来ました。クラウドテラスには朝から晩まで様々なお楽しみが用意されています。夜になるとこちらは焚き火バーに。皆様もご存知の通り、日本のウイスキーは世界での評価が非常に高く、スコッチ、アイリッシュ、バーボン、カナディアンと並び、世界5大ウイスキーに数えられます。年々入手困難になる日本のウイスキーがたくさん置かれていました。横にあるピーカンナッツキャラメルは無料です。クラウドテラスにはネスプレッソのコーヒーマシンやお茶が用意されていて、朝7時30分から夜22時まで自由に利用できます。キャンプや自然に関連した書籍がたくさん置かれていて楽しいです。その中からアウトドアファンの間では幻の名著と言われる1968年にアメリカで出版されたUFO大全を読みました。旅行や登山、アウトドアのバイブル的な本で、日本でも長らく絶版状態でしたが、21世紀に入ってから復刊。900ページ以上ある分厚い本ですが、普遍的な知識が面白くてどんどん先を読みたくなる文章でした。私の動画をいつもご覧くださっている視聴者様はご興味のある方が多い気がするので、概要欄にこちらの本のリンクを貼っておきますね。私がとても楽しみにしていたことの一つ、夜に開かれる森の演奏会です。毎日21時から21時30分までクラウドテラスで開催されています。日替わりで異なるジャンルのアーティストが演奏されていて、この日は武田大輔さんという方が民族楽器などの7種類の楽器を演奏してくださっていました。私はよく眠れない夜に癒しの音楽を聴くことがあります。
焚き火の映像にヒーリングの音楽が流れている動画が YouTube にもたくさんあるのですが、まさにそれの贅沢版といった感じで、眠る前のヒーリング音楽を生演奏で聴くことができるなんて夢のようで嬉しかったです。脳や体に与えるリラックス効果は録音の音楽よりも生演奏の方が飛躍的に高まるそうです。森の演奏会は予約不要で無料のイベントです。大人気のイベントでお席も満席でした。キャンプファイヤーの炎は心を捉える魔法のひととき。優しい音、森の匂い、ぼんやりとした炎の明かり、それらが精神を落ち着かせて脳の疲れを消し去ってくれました。一番初めにいただいた雨の森招待状に20時から22時の間、フロントにハーブティーがあると書いてありました。ティーバッグが袋に入った状態で用意されているので、お部屋に持って帰って楽しみます。カモミールとラベンダーが優雅に香るブレンドのハーブティーはホッとする味わい。今夜は早く眠れそうです。おやすみなさい。おはようございます。こたつに入りながら温かい紅茶を飲み、2日目がスタートしました。朝ごはんも場所を3カ所から選ぶことができます。まずはキャビン。ジャーに入った温かいスープや焼きたてのパン、色とりどりなおかずを楽しめるモーニングボックスは3388円。クラウドテラスではアウトドアでの朝食作りを体験できます。お好みの食材をパンに挟み、直火で焼き上げるホットサンド作りです。料金は1936円。そして3つ目はダイニングでいただくグリルモーニングです。今回私はこちらの朝食を選択しましたので、内容をご紹介してまいります。お式には富士山を中心に周辺の地形が描かれていて、河口湖と星のや富士も載っています。まずはじめにお目覚めのドリンク。ぶどう酢を炭酸水で割ったものです。そんなに甘くなくさっぱりとしています。グリルで温かいお料理が仕上げられる間にドレッシング作りをして待ちます。季節の葉野菜とナッツ類が入った黒い器の中にピッチャーの中のオリーブオイルを1/3分の1ほど入れ、木の棒ですりつぶしながらかき混ぜます。黒い器の中にはすり鉢状に溝が入っているので、だんだん細かくなっていきます。最後に残りのオリーブオイルをすべて入れたらドレッシングの完成です。できました。ちょうどよくお料理が運ばれてきました。まろやかな味わいのヨーグルト、いちごのジューシーな甘みが特徴のサラダ、上からハード系のチーズがかかっています。手前に見えるのはシューブレゼというお料理。フランス語でシューがキャベツ、ブレゼが蒸し煮に近い意味です。桃のチップで燻製にしたソーセージ。先ほど作ったドレッシングはスパニッシュオムレツに使います。ナッツが入っていて特別感がありました。スパニッシュオムレツの中には菜の花とタケノコとトマトが入っていました。名物のダッチオーブンブレッドはファンの多い一品。3種類の味は左から粒の入ったくるみ、真ん中は何にでも合わせやすいプレーンで、右側はレーズンです。パンは焼きたてが一番美味しいですよね。もちもちふわふわの美味しさは映像からも感じていただけると思います。
ガラスの器に入っているのはバター、蜂蜜と桃のジャムで、お好みでヨーグルトやパンにつけるようです。シャベル型のスプーンが可愛いですね。結局2日目も朝から雨で、ずっと富士山は見れずじまいでした。キャビンは天井が高くて、目の前に大きな富士山が見えたらきっと素敵な景色だったと思います。生産は事前に済ませていたので、12時にジープを依頼するお電話をかけてチェックアウトです。また違う季節にも来たいなと思いました。この後は料金の発表です。いいねやチャンネル登録、とても励みになります。ぜひよろしくお願いいたします。以前ご紹介させていただいた星のや竹富島の動画は、この後のエンドロール、終了画面と概要欄にリンクを貼っておきます。こちらもおすすめのお宿ですので、ぜひご覧くださいませ。高級グランピングリゾート星のや富士、1部屋の宿泊料金とダイニングでの夜ご飯、ダイニングでの朝ごはん、大人2名分の合計金額はおいくらでしょうか？正解は107,786円でした。内訳はこちらの通りです。今回キャンプっていいなと思いましたので、皆様のおすすめのグランピング施設などがございましたらコメント欄で教えてください。最後までご覧いただきましてありがとうございました。